日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。このシリーズの2から始まるエピソードでは、幾何学について基本から説明していきます。今日のエピソードでは、幾何学の基本用語を紹介します。第一に、幾何学における最も基礎的な要素は点です。点は空間の中にある位置を表しますが、大きさや向きはありません。ここに2つの点、点 A と点 B があります。これらをつないでできる紐のようなものを線と呼びます。特に点 A と点 B をつないだものは線 AB と言います。線には主に直線と曲線があります。直線は2つの方向にまっすぐ折れることも曲がることもなく伸びる線です。対する曲線は滑らかに曲がった線です。一般的に直線は2方向に曲がることなく理論上永遠に伸び続ける線を指し、直線 AB は図ではこのように表されます。片方にのみ伸び続ける線は半直線と言います。左にあるのは半直線 AB、右にあるのは半直線 BA です。そして2つの点の距離を表す有限の長さを持つ線は線分と言います。点 A と点 B の間の線分は線分 AB と言います。同じ直線上にある点は同一直線上にあると表現します。また、2本以上の線が交わってできる点は交点と言います。2つの交わる線の向きの違いは角度と言い、2つの線の間には角が成り立つと言います。90度以下の角は鋭角、90度以上の角は鈍角、90度の角は直角と言います。2本の線が直角に交わるとき、2つの線は垂直である、または垂直に交わると言います。ある直線 A に対して垂直なもう一つの直線 B を直線 A への垂線と言います。反対に2本の直線をどちらの方向に無限に伸ばしても一切交わらないとき、これらの直線は平行であると言います。次に2次元の空間において平らな表面を平面と言います。平面上に存在する点や線で区切られた形を平面図形と呼びます。反対に滑らかに曲がった2次元の空間を曲面と言います。平面図形の有名な例を見ていきましょう。まず、三角形は3つの線からなる平面図形です。三角形には3つの辺と3つの角、そして3つの頂点があります。図のような三角形は三角形 ABC と呼びます。赤で表示されている辺は辺 AB と呼びます。青で表示された頂点は頂点 A と呼びます。緑で表示された角は角 A または角 BAC または角 CAB と呼びます。三角形には多くの分類が存在します。辺の長さがすべて等しい三角形を正三角形と呼びます。二つの辺が等しい三角形は二等辺三角形と言います。鋭角のみからなる三角形は鋭角三角形、鈍角を含む三角形は鈍角三角形、そして直角を持つ三角形は直角三角形と言います。三角形の3つの角はそれぞれ三角形の内角と呼ばれ、三角形の3つの内角の和は180度になることが知られています。内角を構成する2辺のうち1本を延長して内角の反対側にできる角は外角と言います。次に4つの辺からなる平面図形を四角形と言います。四角形にも細かい分類があります。すべての辺の長さが等しく、かつすべての角の大きさが等しい四角形を正方形または正四角形と言います。すべての角が等しい四角形は長方形、すべての辺が等しい四角形はひし形と言います。正方形、長方形、ひし形はすべて2組の向かい合う辺がそれぞれ平行である平行四辺形の仲間です。一組の辺だけが平行な四角形は台形と言います。四角形などの辺が4つ以上ある図形において、ある角から隣り合っていないもう一つの角に向かって引くことができる線分を対角線と言います。四角形から辺及び角の数を一つずつ増やしていくことでできる図形を見ていきましょう。5つの辺、角、頂点を持つ図形は五角形、6つならば六角形、7つならば七角形というように、一般的に N 個の辺、角、頂点を持つ図形を N 角形と言います。ただし、辺及び角がすべて等しい場合は、名前の前に正をつけて正 N 角形と言います。3つ以上の辺や角を持つ図形を総称して多角形、
または多辺形と言います。すべての辺と角が等しいものは正多角形と言います。平面図形には辺や角や頂点のないものもあります。例えば、円はコンパスを使って一つの点を中心に一定の長さに固定した棒や鉛筆を回すことによって描くことができる図形です。円の周りの長さは円周といい、円の中心から円周まで伸びる線分をその円の半径と言います。また、円周上の点から円の中心を通って反対側の円周の点をつなぐ線分はその円の直径と言います。円周に沿った曲線を弧と言い、弧の両端を直線でつないだものを弦と呼びます。また、円周上にある角を円周角と言い、円の中心にできる角は中心角と言います。そして、円を半分にした図形は半円、円からパイのように切り取った図形は扇形と呼びます。円を2つの正反対の方向に引き伸ばしたような図形は楕円と言います。平面図形には長さ、角度、そして面積があります。最後に3次元の空間に存在する図形を立体と言います。そのうち特に複数の面からなる立体を多面体と呼びます。代表的な立体を見ていきましょう。立方体はすべての面が正方形からできています。同じ面が6つあるので正六面体とも言います。すべての面が長方形からなる立体は直方体、または長方体と言います。すべての面が四角形からなる柱なので四角柱と呼ぶこともあります。二つの底面が円からなる柱は円柱と言います。一つの底面が円からなり上に尖った立体は円錐と言います。円錐の側面を取り出して平面上に伸ばすと扇形になります。このように二つの底面が合同な面でできている立体を柱体と言い、先が尖ったものを錐体と言います。名前は底面にある図形の形によって決まります。例えば、二つの底面が三角形からなる立体は三角柱。そしてピラミッドのように底面が正方形で先が尖った立体は正四角錐と言います。ボールのようにどこから見ても丸い立体は球と言います。立体には長さ、角度、表面積、そして体積があります。今日のエピソードはここまでです。数学シリーズの1から始まるエピソードでは引き続き数字や算術について、2から始まるエピソードでは幾何学について取り扱っていく予定です。3のトピックは未定ですが、代数や確率など数学の様々な分野に触れるつもりです。ではまた今度。